印象的だったことがですね、台北市の公園に行った時なんですけれども、ご年配の方たちが私たちが取材してるとふーっと集まってきて、流暢な日本語で話しかけてくると、日本時代懐かしいですねなんてこともずっとおっしゃってるんですけども、ふとした拍子に、本当に唐突にというふうに言ってもいいと思うんですけども、日本統治時代の日本の支配に対する批判をね、ふっとそれは本当にね、驚くような変わりぶりで、僕らも本当にそれは何だろうなってずっと考えてきたことですね。でその番組ご覧いただく方にも、ぜひそのあたりをね、一緒に見て考えていただけたら。モルモセブルモクルガネの浮かべる白の頼みなる、浮かべるその日の日の元のみくりの世も守るべしまがねのその船日のもとにかがねつくによ生命よかし。この歌はね、当時65年に海軍に入ってね、この軍艦回しを歌ったんだよ。これもう周りですね、もうすごい数の、お年寄りの皆さんが今周りを取り囲んでおられるという形です。すごい熱気ですね。もういや、悪いことを日本の悪いことを言ってるんじゃないんですよ。はい、正直な話ね。そうですよね。良心的な話を話してるんです。はい、そうですね。ですからね、僕らの若い連中はですね、当時は日本のために尽くしたんですよ。大日本帝国のためにね、たくさんの犠牲者を出したんですよ。そうですね。嘘と思ったら日本の靖国神社行ってみてください。2万7000四柱の方々が靖国神社に、そうですよね。そういうね、戦後の日本はですね、そういう方々を、皆さん方台湾の人たちを全然無視して中共のことばっかりこれを放送したり。いいんです。過ぎ去ったことだからね。いやでもそうではないでしょ。本当はなんかあると思うんですけど、ちょっとお聞かせいただきます。私たち台湾の老年配の連中はですね、みんな日本のためにね尽くしたんですよ。協力したんですよ。死に物狂いにね。当時は外原子がなかったらね、最後の一平まで戦ったはずと僕は思います。幸いですね、原子爆弾のためにね、幕を閉じてしまったんですよ。情けないんですよ。本当美味しかったんだ。終戦の時どんなお気持ちだったですか。僕はね、シナの雑誌見たくないんだよ。中国、中国ですよ。シャンコロの。僕ね、見てる雑誌はみんな日本雑誌ですよ。これ。私たちは長崎にいたという永井隆さんのこういう見てですね、私感慨無量で涙をこぼしたんですよ。これはですね、長崎はですね、また広島もっと広かったんですよ。ですからね、私たち台湾の人はね、もうあの時みんな泣きましたよ。原爆が落ちた時に。若い連中、もっとの日本教育を受けていない人はわからないからね。僕は当時日本のね、公務員になっているんですよ。そうですか。それでも兵隊に行ったんですよ。大日本帝国の軍人なんです。そうですか。一つ軍人は忠説を尽くす本分とすべし。およそ西洋は国に来る者誰かが国に心のなかるべき。まして軍人だなもの。これはみんな丸暗記できます。嘘と思ったらね、教育職をあなた習ったことありますか。ないんです。僕ね、今暗記ちょっとしましょうか。今回すぐ納得できますよ。陳思うに我が構想国を始めること公園に徳を立つること信仰なり我が親民よく中によく公に奥地を心を一にしてよよその美をなせるはこれ我が国体の成果にして教育の延減また実にここに損し男児親民父母に公に敬帝に言うに風合いわし法有愛心時強権をのに応じし博愛衆に及ぼし学を治め行習いもって知能を啓発し時を成し住んで公益をせみ政務を開き常に国権を重んじ国王に従い一旦緩急あれば義勇方向に応じもって天上無休の幸運を不欲すべし格のごときは一人陳が汝親民の目ならずまたもって汝祖先の義勇を検証するに足らん
この道は実に我が構想の行くにして子孫親民と共に遵守すべきところ、これをここに通じて誤らず、これを中外に施して戻らず、陳南寺親民と共に献献服用して皆その徳を一にせんことを超えねご、明治23年10月30日両面行事。これはいいご教訓です。素晴らしいですね。あ、そうですか、どうも失礼しました。懐かしいな日本語は、まあこれにしましょう。これででもね、やっぱりこう日本時代をね振り返ってどうですか。懐かしいですよ。まあ日本の人を見るためにね、昔が懐かしいんですよ。僕ね毎日ね13人してね詣に来ていますよ。詣参拝ね。もうこの年になってから今おいくつですか。何です。今おいくつですか。今年は82、満で82、数え年ね83。よろしくお願いします。あんたお名前なんと申します。私は井上和彦です。井上さん、あの時は学校ね教学していた井上のこと教学生があったんですよ。一緒に勉強したね日本のね、まあ日本の教育が懐かしいんだ。やっぱりね、惜しいなんだ。例えばね、このいろんな戦前もね、いろんないいことも悪いこともあったと思うんですけども、いや、まあそうはあんまり悪いとこ欠点はあまりないですけどね、このシナエが来てね、もう台湾人のたくさん殺したんですよ。戦後ね。戦後。日本の教育を受けた者はね、もうほとんどね射殺した。もう少しでやられるところだったんですよ。228事件。こいつらもうべらぼうなんだ。こいつら政治はできないし、金を一つこに入れるだけは一番厳しいね。そう言うとね、あんた方は信じないけど、僕らこいつらちゃんころにね当時してね、とても悔しいんだよ。やっぱり日本が懐かしいんだ。そうですか。日本の先生も可愛がってくれるし、分からなかったら戒めてくれる。何もかもね、もうみんな今はそういう時代じゃない。今はこの強盗とか泥棒とかもうあべこべなんですよ。もう日本時代はね、やっぱり戸締まりしなくても、そうですよ。戸締まりしなくても泥棒なんか入らないです。そう全くそうですよ。やっぱり皆さんも日本時代経験されてる方は間違いないです。手に向かって話してるんです。もう本当にね、もうなんていうか手締まりしないで、それで安全に行かれるの。今のところ泥棒あればスリもたくさんあるしね、昔と比べたら天と地の差。そうですか。天と地の差。どうですか。同じです。同じ。日本時代良かったですか。はい。日本はなぜ坂を転がり落ちていったのか。開港から敗戦までの変遷をたどるシリーズジャパンデビュー。日本の南西に位置する台湾。ここは日本の最初の植民地となった場所です。毎年秋に行われる道教の祭り。台湾の住民のほとんどは中国大陸から移り住んだ漢民族です。日本は太平洋戦争の敗戦まで50年間にわたり台湾を支配しました。台北市の公園に日本の統治時代を生きた台湾の人々がいました。当時の大日本帝国軍人12800部隊富田隊でございます。よろしくお願いします。死に損ねた日本軍ですよ。ですね、太平洋戦争当時、台湾の青年たちは日本軍の兵士として戦場に駆り出されました。教育直後ね。あれね、今ほとんどみんなわかりますよ。僕今暗唱してやりましょうか。新天毛利が構想クリオアに盛ることを大いにとこを立ててみんなわかります。我が人民欲公理欲情心を通じてようその妙なセルはこれを国内の成果にみなしごになって捨てられたみたいです。人バカにしてるんだ日本は。そう言うとね、我公がこうも言うよ、大家们跟我说，我就打两边，搞不打搞不打。
これ嘘じゃないの。これ書いたらね、日本の若い連中は分からないけどね、年寄りの80歳以上の人に宣伝してください。台湾の当時の若い青年はいかにして日本のためと協力して尽くしたか、心を示唆してもらいたい。わかりますか？そうですよ。命かかって国のために尽くしたんだよ。命のためご飯だよ。それなのに。私たちは他者と共有できる歴史を探り当てなくてはなりません。他者の歴史を知ることは自分自身を知ることでもあります。私たちはもはや正しく優れているのは自分で、間違っていて劣っているのは相手だと考えることはできません。世界に目を向け、なぜ世界の人々は日本をこのように見るのか理解しなければならないのです。親日的とも言われる台湾に今も残る日本統治の深い傷。それは今後アジアの中で生きていく日本が分かち合わなければならない現実です。過去と向き合う中から見えてくる未来。150年前に世界にデビューしたジャパンの歴史が私たち一人一人の明日を問いかけています。一番印象的だったことがですね、台北市の公園に行った時なんですけれども、ご年配の方たちが私たちが取材してるとふーっと集まってきて、流暢な日本語で話しかけてくると、日本時代懐かしいですねなんてこともずっとおっしゃってるんですけども、ふとした拍子に、本当に唐突にというふうに言ってもいいと思うんですけども、日本統治時代の日本の支配に対する批判をね、ふっと一度バカにしてるんだ、日本は。命かかって国のために尽くしたんだよ。それは本当にね、驚くような変わりぶりで、僕らも本当にそれは何だろうなってずっと考えてきたことですね。その番組ご覧いただく方にも、ぜひそのあたりをね、一緒に見て考えていただければ。最後に正し書きで、あんた日本人に対してこれは困る、発表したら日本人たちがみんな悪く思う、そういうところは削っても構わないよって言ったのにね、はい、逆にそこだけ載せた。それでいいことの方は載せてもらいたかったのに一つも載ってない。一つのなんか作為があって、バックに何かあった。私はそれを浜崎さんに問うた。どういうふうに問われたんですか？あんたの後ろには中共がついてるんだろうってはっきり聞いた。浜崎ディレクターに。私は浜崎さんに言うた、はい、あんた中共の息がかかってる。私の聞くところによると、朝日新聞と NHK は北京に呼ばれて彼ちやほやとされて貢ぎ物を持って行ったんだろう、そう言った。日本がおる時と中国が来た時の比べ物はもうこれもならないです。日本時代の方が良かった。ずっと良かったです。日本時代の大東亜決戦がね、はい、とっても勇ましいなんだよ。ね、そうですか。何かな、軍艦マーチね、海軍の軍艦マーチや。ちょっと歌っていただけますか。守るもせぶるも黒金の浮かべる白の頼みなる、浮かべるその日の日の元のみくりの世も守るべし。すごいですよこれ。ちょっともう話にならない。言えませんがね。政治のことは言えないので、国民だからね。これね、これはせんね、これ。
そうね、もう政治の話はしない方がいい。政治に関係しないから。あ、そうですか。そうそうそう。今もダメですね。もう国民党のあれもぶちゃぶちゃですよ。国民党で今の政府はダメですよ。今ですね、台湾独立はね、日本にお帰りになったら協力してください。台湾の独立を宣伝してください。はい、台湾が今独立をしようとしてるんですよ。はい、ですからね、助けるというよりもね、まあ協力してくださいとおっしゃってくださいね。わかりました。みんな日本人になりたいの、本当は。あれ見ておかしいな、そう当時あんなだったかな、いやそんなはずじゃない。たくさん疑問なところがあった。もう少し今のあの時の台湾人、あの時の日本人が今台湾で何をしているか、もう少し報道してもらいたいですね。例えば一生懸命日本のために命を捨ててまで日本のために尽くそうとしたような人が今台湾で何をしているか。あれしかもちょうど喋ってる方が我々の知り合いなもんでね、あれこの人はそういう感情を持っていないよと、どうして私は確かに日本に対する恨みつらみをだけは喋ってですね、なんか日本に対してものすごく悪い感情を持ってるように言ってるけど、普段はその人はそういう感情を持っていないはずなんですよ。ですからおかしいなと思って聞いとったんですけどね、これはなんかおかしいよと、これは NHK のやらせじゃないかと、わざとそういうふうにですね歪曲してですね作ったんじゃないかとすぐピンときました。このインタビューを通じて私は要求します。 NHK の責任者は日本国民に謝るべきです。台湾人の一部インタビュー者を騙して、でその言うべきところを言わずに彼らが好むところだけを選んで曲解している。これほど何ですか、人をねバカにした、そして自尊心を持たない人がいますかというんです。あの人は彼個人には自尊心があるかと聞きたいですよ。引き出してください、公の前に誰がこれをやったか。ちょっとびっくりしましたね。番組を見ましてね、我々台湾人としては我々は過去に受けたことをそのままいわゆるフランクリーに言ってるわけです。これはこう、これはこうと。いいことと悪いことを、いやそれはフランクに言って、だからそういうことをなしていただくことによって一般知識のある人はねそれを見たら分かるわけですよ。しかし日本においてのそういう反響というのは明らかに台湾の日本当時のいいところをだいぶカットしてしまって非常に嫌なところしか残してないんじゃないかというふうに、この間の番組ですよね。はい、私はとって日本の方の反響がそうなったと思います。そうですね、75以上の台湾の方はほとんどがね、大部分が日本びいきあるいは親日知日の人間ではないかと私は確信します。漢民族と思ってません。台湾族ですよ。台湾の方って皆さん漢民族という意識ってあるんでしょうか。ありません。台湾は昔は漢民族の血が少し、今では1万分の1ぐらい入ってるでしょうね、おそらく。はい、大昔は黄河から南の越の国が発祥地ですからね、あそこから放浪蘭唐国人といってね、あそこから南へ移って宋の時代というか、あの時代に南にどんどん移って、それで福建省あたりにたくさん来たんですね。それで福建省の少数民族と結婚したということですでに混血が始まってる。だから純粋の漢民族じゃないの。その純粋でない祖先たちが台湾を渡ってきた。私のうちは私で7代目です。でだから200何年です。200何年前に台湾を渡ってきた。その時は男は清朝の時代ですよね。男は台湾に来れるけど女は台湾に来れない。原住民の方ですね。だから来て原住民と結婚してる。だから私の地の中には原住民も入ってる。それから漢民族も入ってる。それから越族といって南の方のこれも入ってる。本当の混血。こういうことを証明したのは真壁上の林先生ね。女のDNA が全然違う。だから
台湾人は漢民族じゃない。対日戦争ということは実は私初めて聞いた言葉ですが、その当時の日本が台湾を統治した時点において考えてみればですね、ものすごい我々の祖先は非常にものすごく反抗した抵抗した、その抵抗の程度はそれほど大きいとは私は思っていません。ただご存知のように最初の、2年間に3人も総督交代した程度治安が悪かった。それだけ我々の祖先の抵抗も強かったと、そういうことだけは了解しておりますが、日大戦争とかそういう言葉も今度はちょっと過ぎた言い方だと私は思います。ああいうの思いもやらない言葉ですよ。全然聞いたこともないしね。日本と台湾どこで戦争やったんだ。おそらくあれは統計省っていう人が台湾民主国というのを日本領土決まってから、台湾民主国というのは1年もないでしょ。どれぐらいですか。ものすごく短い期間でね、逃げて帰ったでしょ。戦わないうちに台湾民主国というのは虎の入った旗、あれは見たことありますけどね、その旗を掲げて日本の統治から独立しようという運動だったんだね。それでは日本軍が来たらもう尻尾からげて逃げて帰った大陸に。台湾語の使用を禁じたんです、中国語じゃないです。中国語というふうに言ってるんですけども、あれは大きなミステイクです。中国語はありませんよ、台湾には。終戦まで NHK が日本を代表している以上、非常に大切なメディアであるから、この宣伝に対しては非常に正確に言うべきじゃないかと思う。私はこのためにアメリカからも、マレーシアからも手紙もらってますよ。それで日本が私の勝手の会社の日本人の同僚とか社長がみんな電話くれたし蘭さんのことでなんか言ってるけど、そこまでこういうNHK の放送が世界的に出てるんだっていうのびっくりしたですよ。日本国の日本のあなたたちのメディアがいかに強制する、いかに正しいものを放送するかのいう問題であって、あなたたちが努力するべき点じゃないですか。日本人がですね。はい、私は台湾人としてはいやあれはデタラメだった、 NHK がデタラメって言う批判はできても権利はないですよ。批判はできても権利はない。はい。